ロードバイクはコスパ命。どうもこんにちは、コスパチャンネルです。ついに完成しました。先日購入したエルブスバイクのフレームセット、組み立てが完了しました。やった、めちゃめちゃ嬉しい。エルブスバイクのフレームセットを購入して、その後どうやって組み立てるのか。パーツ選定次第ではすごくコストを抑えたバイクにすることもできるし、バラカンだからこそ最初から最短ルートで自分が本当に欲しいパーツだけで構成することもできる。バラカンの最大の醍醐味ってね、フレームを買った後にこそあると思うんですよ。僕は今回自分の小さな脳みそをフル稼働して考え抜いてパーツ選びしてきました。スペックの低い脳みそ CPU で負荷の高い処理を行ったんで、発熱してファンが回って、あまりにも発熱しすぎたあまり、回したファンの強風で家が吹き飛びました。そのぐらいね、考え抜いた代わりに、1ミリも妥協することなく、自分の中で今一番最新トレンドで、これが一番満足度高いだろうと、心の底から思えるパーツのみで構成できたと思っています。これからエルブスバイクの購入を考えている人とか、エルブスバイクではなくてもバラカンに興味ある人、パーツ選びに興味ある人、必ずや参考になるかと思いますので、ぜひとも最後までご覧ください。はい、今回紹介する動画の内容としては、以下の2つ紹介していきたいと思います。その1、まずはパーツ選定。その2、組み立てについてですね。まずその1、パーツ選定についてです。まずね、完成したバイクがこちらになります。見てください。めちゃくちゃかっこよくないですか？順番に紹介していきたいと思います。まずコンポーネントはシマノ R8100 系のアルテグラ DI2。ついに手を出してしまいました。最新型シマノの12速用コンポ。これまで僕は3年半ぐらい先代の R8000 系の11速のアルテグラ DI2 使ってきたんですけど、新型のアルテグラ DI2 になってどう変わったのかめちゃくちゃ楽しみですね。実はね、ぶっちゃけた話、ここは最初アルテグラじゃなくて105にも DI2 出たんで 105DI2 で良かったんじゃないかなと思ったんですけど、今回はあえてアルテグラ DI2 にしてみました。理由は後で話したいと思います。続いてブレーキになります。ブレーキはグロータックっていうメーカーのイコールというブレーキキャリパーグレーを選びました。これね、面白いのが見てください。ここワイヤーが見えると思うんですけど、これなんとね、機械式なんですよね。ディスクブレーキってね、普通は油圧式になると思うんですけど、油圧ってホイール外した時にレバーを握っちゃうとね、ピストンが詰まって元に戻らなくなったりとか、使っているうちにね、エア抜き作業とかも必要になってきて、もう何かと気を使うんですよね。で、メンテナンスやるのも自分でやるのも結構めんどくさい。で、このディスクブレーキをめんどくさくしちゃってる最大の諸悪の根源はこの油圧にあると思うんですよね。でも機械式だったらそもそも油は存在しないので、ワイヤーでメカニカルにつながっているだけなんで、レバー握ってピストン詰まっても全然ね、閉じちゃうことはないし、そもそも油がないんでエアを抜く必要もありません。メンテナンスめちゃくちゃいい。だけど機械式にはその反面、制動力が弱いっていう課題があったんですよ。なのでみんなしょうがなく使いたくもない油圧を使っていたと思うんですけど、このイコールは機械式であるにもかかわらず、油圧並みにめちゃめちゃすごい制動力があるんですよね。もうレバーを握った瞬間、シュパーンと、まるでルローニケンシンもびっくりするぐらいの勢いでバシーンと決まります。僕は油圧式も何度も乗ったことありますが、油圧式とグロータックのイコール比べてみても制動力はね、全然遜色ないぐらいマジで効きます。しかもね、なんか見た目かっこよくないですか？油圧式だとね、黒一択だと思うんですけど、今回僕が選んだのはグレー。バイクのカラーリングにもめちゃめちゃマッチしている。もはや敵なし。なので先ほど紹介したアルテグラのコンポーネント、実はね、リムブレーキ用のものをあえて購入してるんですよ。イコールのディスクキャリパーはワイヤーで引くことになるので、リムブレーキ用の STI レバーである必要があるんです。で、コンポ選びで 105DI2 でも良かったのに、なぜわざわざアルテグラにしたのかには、ここに理由があって、105DI2 ってね、ディスク用しかラインナップしてないんですよね。でもアルテグラだったらリムブレーキ用も用意されています。やっぱりね、リムブレーキ用のね、STI レバーめちゃめちゃかっこいいんですよ。見てください、このコンパクトさ。めちゃくちゃスッキリしてないですか？これがね、油圧式だとブラケット部分に油を溜める部屋が必要になるんで、ここがね、結構もっこりしちゃうんですけど、リムブレーキモデルならね、ここに油を溜める必要はないんで、ブラケットレバーはこんな感じで非常にコンパクトでスッキリとした見た目になるんですよ。またアルテグラにするとブラケットレバーのフードスイッチっていうものが搭載されているんで、サイコンとペアリングすればここをポチポチするだけでサイコンのページを送ったりね、操作することできるんですよ。ライド中ってね、基本はメーターを見たいけどナビ案内も見たいっていう時ありませんか？そういう時にね、いちいち片手運転してサイコンを触るのってちょっと危険だと思うんですよね。でもフードスイッチだったらここをポチポチするだけでハンドルから手を離すことなくサイコンの画面変えれるんですよ。めっちゃ安全。
そしてホイールはエリートホイールっていうメーカーのドライブ 50D というホイールを選びました。リムハイトは 50mm のディープリム、スポークはカーボン素材、ハブはセラミックベアリングとなっています。そして重量はカタログ値でなんと 1300g という驚異的な軽さ。このスペックやばくないですか？僕はホイールはディープリムでなおかつ軽いっていうのが一番いいんじゃないかと思っています。まずね、ディープリムは絶対にマスト。もうこれは一番最優先すべきとこなんですけど、ディープリムにすることで高速巡航性能が高くなります。普通のね、ローハイトのホイールとディープリムホイール両方履き比べてみると、もう誰でも明確に変わったって体感して効果を感じることができるんですよ。もう時速28キロ超えたあたりぐらいからもう全く違う。ローハイトからディープリムに変えると、もうまるで違うバイクに乗り換えたんじゃないかっていうぐらい効果を実感できるんですよね。もう例えるんだったら新幹線ののぞみとこだまぐらい全然違うんですよ。変なところで止まらない。だけどディープリムにするとリムが分厚くなる分、重量は重たくなっちゃうっていうのがね、課題だったんですけど、エリートホイールの場合はなんと 50mm というディープリムでありながら重量が 1300g っていう超絶軽い重量になってるんですよね。 1300g ってどれぐらいやばいかっていうと、ドゥラエースのホイールが 1461g で、それよりも 160g 軽いってことになるんですよ。しかもこれすごいのが値段。なんと大体16万6000円ぐらいで購入することができます。で、さらに僕のクーポンコード COSPACH を入れれば 15% オフで大体14万2000円ぐらいで購入することができてしまいます。えぐくないですか？もうずっと待ってるんですけど、なかなかね、このエリートホイールを超えるメーカーいないんですよ。エリートホイールはね、もうマジでどう考えても今一番コスパのいいホイールメーカーだと思います。そしてタイヤはコンチネンタルグランプリ5000の 28C クリンチャーを選びました。グリップ性能、転がり性能、対パンク性能、ウェット性能、どの性能も1ミリもネガティブな要素がなくてバランスよく全部ハイレベル。それにもかかわらず人気すぎてネットで買えばね、2本で1万円ぐらいでめっちゃ安く仕入れることもできてしまいます。他のタイヤもね、いろいろ試したんですけど、なんだかんだやっぱりね、グランプリ5000はね、本当にバランスがいいんですよね。そしてペダルはファベロっていうメーカーのアシオマデュオっていう両足計測可能なペダル型のパワーメーターを使っています。両足パワーメーターといえばガーミンのラリーが有名なとこだと思うんですけど、このファベロのいいところはガーミンと違って充電式なんですよね。なのでいちいち電池を交換する必要がありません。しかも値段は11万円ほどと、ペダル型で両足計測可能にしてはめっちゃ安いんですよ。いやいや、でも冷静に考えてペダルに10万円超えって絶対値高すぎて金銭感覚バグっとるやろうと思うかもしれませんよね。ただね、相場で見るとね、ガーミンは17万6000円するんで、それと比べるとかなり安いんですよね。そしてハンドルはエルブスバイク純正のステム一体型のカーボンエアロハンドルで、幅は新進で 380mm、ステム長さは 90mm っていうサイズを選んでみました。幅がね、まず狭いんでエアロポジションに自然になりますよね。そしてこのライン見てください。めちゃくちゃ美しくないですか？トップチューブから水平にまっすぐ伸びて、そのままハンドルにつながるこのライン。ちょっと前のルック795のようなデザイン。これがやりたくてね、今回はもう新車の時点でフォークはもう全カットしました。はい。以上がパーツ選びの紹介でした。もうね、すべてのパーツが満足度が高い。もう本当の意味で完成車ですね。ではここからは2つ目、組み立てについて紹介します。まず最初に結論から言っておきます。今回僕はこの組み立てを自分でやらずに、とあるショップに全部任せることにしました。ネットで買ったパーツなのにショップに持ち込むとか、そんなことできるんと思われたかもしれません。お店によってはできます。基本ネットで買ったフレームとパーツってね、お店に持ち込むのって嫌われるんで、お店側がなかなか受け入れてくれないですよね。それに仮に受け入れてくれたとしても、自分はね、ちょっと苦い経験あるんですけど、そのショップの技術レベルが低いとね、ブレーキが吸ってたり、イオンが鳴るようになって帰ってきたり、変なワイヤリングにされてしまったり、整備状況が最悪のまま納車してくるショップも中にはあったりするんですよね。つまりお店にお願いするんだったら、2つ絶対に譲れない条件があるんです。1つ目、それはそもそも持ち込みを受け入れてくれる店であること。その2、ちゃんと整備してくれる人。このどちらも両方兼ね揃えた店舗。これを探し当てるのはね、なかなかギャンブルだと思うんですよ。でも少ないショップなんですよね。
今回僕はネットで買ったエルブスバイクのフレームセット、ネットで買ったコンポーネント、サドル、バーテープ、ホイール、すべてのパーツを自分で調達してきたにもかかわらず、嫌な顔をせず、組み立て作業を受け入れてくれました。まずこれだけでありがたい。そして肝心の整備状況ですが、結論言っておくと、マジで完璧。ちゃんとブレーキは擦ってません。異音も鳴りません。フレームやパーツに変な傷などついてない。変速も変な音とかなく、ちゃんとスパスパ決まります。バーテープも綺麗に巻いてある。いやー、本当に良かった。整備状況完璧。でもこれを聞いてプロである以上、当然と言ってしまえば当然と思う方もいるかもしれません。でもね、当然のことを当然のようにちゃんと納期も守った上でやるってね、すごいことだと思うんですよね。自分が普段している本業の仕事に置き換えてみるとわかると思うんですけど、見えないところで苦労があったり、実は細かいところで技術が要求されていたり、納期を間に合わせるためにどの案件を先にやるかとか、いろいろね、調整した上で成り立ってるんです。ちなみにサイクルショップポパイさんからは1円もお金をもらってないですし、宣伝してとも言われてないんで、僕が勝手に紹介させてくださいとお店の方に許可を取って今ペラペラと喋っています。僕自身お店にお願いした整備で過去に苦い経験をしたことがあるんで、自分としてはね、もう本当にちゃんと対応してくれたっていうところ、ここにねすごい感動してるんですよ。このお店は信頼できる。僕のバイクを組んでくれた方なんですけど、いろいろね臨機応変に対応してくれたんですよね。で、いいなと思ったのが、僕のバイクを組む以前にもこれまでに何台もエルブスバイクを組み立てた実績があるそうで、しかもね、今回僕が持ち込んだパーツ、実はちょっと不備があって、インナーケーブルがマウンテンバイク用だったみたいで、僕買い間違えてたんですけど、それをロードバイク用の日線ワイヤーに交換してくれてたり、自分でやろうとするとね、ハンドル内装のワイヤリングってめちゃくちゃ硬いらしいんですけど、それをちゃんと無理なく組み立てれるようにするために、その辺もコツがあるみたいで、アウターケーブルを交換してくれていたりしました。多分ね、これ自分でやってたとすると、こういうところがね、めちゃくちゃ苦労するところだと思うんですよね。しかも、ただ対応してくれるっていうだけじゃないんですよ。これはね、お願いした後で後から気づいたんですけど、なんとサイクルショップポパイさんからエルブスバイク側に注文することもできるそうです。しかも追加予算はかからない。やばすぎ。で、なんでそんなことをしたいかっていうと、エルブスバイクって購入するときにクレジットカードが使えなくて、ペイパルっていう電子マネーで支払うことになるんですけど、アカウントを作ったりとか、ペイパルに入金したりとか、何かと手間なんですよね。それに注文したものが家に届いた時、どでかい段ボールで来るんですけど、これをまたね、お店に持っていくのもちょっと手間ですよね。そういう細かい手間があるんで、カスタムペイントまでは自分でエルブスバイクと話すけど、最終決済の部分はお願いするみたいなこともできるそうです。そしてサイクルショップポパイはフレームのコーティングにも対応してくれてて、車好きの方はもしかするとご存知かもしれませんが、キーパーコーティングっていうのもやってくれるんですよ。僕は今回せっかくだし、キーパーコーティングお願いしてみました。結果ね、めちゃくちゃぬるぬるテッカテカになって帰ってきました。いや、マジでこれはやばい。もう触ってみた感じ、ツルッツルで抵抗が全然ない。何よりテッカテカ。耐久性は3年持つし、汚れもつきにくくなるし、汚れたとしても洗車で汚れ落としもしやすいそうです。これね、動画ではなかなか伝わりにくいと思うんですけど、コーティング前と後では実物は本当にマジで感動するレベルで全然違います。そしてもちろん防犯登録もやっといてくれます。最終的に費用は組み立て工賃が44,000円。コーティングは一番いいやつにしたんですけど、それで2万円。あとブレーキワイヤー、僕が買い間違えた分で、その分が3000円。防犯登録で600円。合計すると、そこそこするんですけど、ちゃんと不具合なく対応してくれて完璧に整備してくれたので、すごく満足しています。正直自宅からはまあまあ遠いんですけど、最寄りのよくわからない店舗とか、そもそも受け入れてくれないチェーン店に一店一店回るより、多少遠かったとしても、絶対にね、信頼できるお店、ここにお願いするっていうことにはそれで価値があると思うんですよね。憧れの 358TV さんが通っていた理由は、こういう信頼できる理由があったんだろうなと思います。そしてなんとエルブスバイクの試乗会もやってるっぽくて、今エルブスバイク欲しいんだけどサイズがいまいちわからんなって人は、実物見てから買いたいっていう人、こういう人にとってはね、相当レアなお店だと思うんで、興味ある人は行ってみてください。一応概要欄にショップのホームページの URL 貼っておきます。はい、今回の動画は以上となります。この動画で少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。